レッスン221、漫画のキャラクター。ねえ、アンナ、もしあなたが漫画のキャラクターだったら、どのキャラクターになりますか？いい質問ですね。私は美女と野獣のベルだと思います。彼女は頭が良くて自立していて、私と同じように本が大好きです。いい選択です。バックスバニーと一緒に行かなきゃ。彼は面白くて、人参が大好きで、いつも敵を出し抜く方法を見つけています。歯は確かに似ているのがわかります。しかし、彼の有名なキャッチフレーズ、調子はどう、毒を忘れないでください。もちろん違います。友達にはいつもそう言ってるよ。一緒に冒険に行くなら、必ず人参を持ってきてあげよう。そして、私たちを楽しませるために、必ずユーモアのセンスを取り入れていきます。計画みたいだね。レッスン222、今までで一番クレイジーなこと。ねえ、アンナ、今まで仕事を避けるためにした一番クレイジーなことは何ですか？今までで一番クレイジーだったのは、伝染病にかかって1週間仕事に行けなかったという医者のメそれはモを偽造面白い。したことだったと思う。上司が買ったの？驚いたことに、はい。彼らはメモの信憑性を疑うよりも何かを捕まえるのが怖かったと思います。あなたがそれをやり遂げたなんて信じられない。私はかつて、本当に重要な電話会議をしているふりをして、空いている会議室に行き、携帯電話でビデオゲームをしたことがあります。それはとても卑劣だ。誰か捕まえた？ありがたいことに、いいえ。でも、説得力があるように見せるには、メモを取るふりをして、時々うなずく必要がありました。まさにその献身です。仕事を避けるという創造性には、二人とも賞に値すると思います。同意しました。ボスがこの会話を見ていないことを願いましょう。レッスン223、最も重要な食べ物。ねえ、アンナ、残りの人生でたった一つの食べ物しか食べられないとしたら、何を食べますか？難しいよ、ジョン。でもピザを選ばないといけないと思います。トッピングもバリエーションも豊富で、飽きることはありませんでした。良い選択です。タコスを食べないといけません。用途が広く、美味しく、いつでも詰め物やトッピングを混ぜることができます。はい、タコスは間違いなく私にとって二の次です。しかし、朝食はどうですか？パンケーキとワッフルなしでは生きていけません。あなたの主張はわかります。でも、朝食のタコスはまだ食べられると思うので、大丈夫です。はい。朝食のタコス、まさにテキサスの定番。しかし、デザートはどうですか？それを忘れるわけにはいかない。そうだね。アイスは絶対にやめられない。これは完璧な甘いおやつで、たくさんのフレーバーから選ぶことができます。確かに、アイスクリームは必需品です。ピザ、タコス、パンケーキ、ワッフル、アイスクリームを一生食べないといけないようです。ねえ、文句は言わないよ。それは私にはとても美味しい人生のように思えます。レッスン224、あなたが暗記している一番おかしなジョーク。
ねえ、アンナ、あなたが暗記している一番面白いジョークは何ですか？なんてこった、それは大変なことだ。私はジョークを覚えるのが下手だ。あなたが先に言ってみませんか？さて、一つは、なぜ自転車が自立できなかったのかということです。二度疲れだったから。それはいいですね。さて、私が覚えているのは次の通りです。なぜトマトは赤くなったのですか？サラダドレッシングを見たから。私はそれが好きです。もう一つあります。カカシはなぜ賞を受賞したのですか？彼は自分の分野で優れていたからです。いいね。さて、次のジョークです。なぜ科学者は原子を信頼しないのですか？彼らがすべてを作り上げているからです。大好きです。さて、もう一つ、アリはなぜ病気にならないのですか？小さなアリの体があるから。それは面白い。スタンダップコメディアンとしての未来はあると思うよ、ジョン。同意しました。しかし、今のところお互いに冗談を言うことに専念しましょレッスン225、架空の人物。う。ねえ、アンナ、架空の人物と人生を変えることができるとしたら、誰になりますか？それは難しいですね。ハリーポッターシリーズのハーマイオニー・グレンジャーと一緒に行かなければならないと思います。彼女は頭が良くて勇敢で、魔法ができる。良い選択です。でもトニー・スターク、別名アイアンマンを選ばなきゃ。彼は天才発明家であり、スーパーヒーローで、かなり素晴らしいスーツを着ています。ああ、なるほど。億万長者のプレイボーイ慈善家になりたい。まさに、アイアンマンになりたくない人はいますか？でもアンナはどう？他に人生を変えてみたいキャラクターはいますか？そうですね。そう入っても、ディズニープリンセスになるのはかなりかっこいいと思います。多分また美女と野獣のベル、あるいはリトル・マーメイドのアリエルかもしれません。魅力はわかります。しかし、歌と踊りを忘れないでください。ああ、忘れない。自分のボーカルレンジと振り付けを練習するだけだよ。計画みたいだな。もしかしたら、協力して犯罪や邪悪な魔術師と戦うこともできるかもしれません。それは素晴らしいことだろう。私たちの架空の人物は決して同じではありません。レッスン226、ポケットの中で見つけた中で最も奇妙なもの。ねえ、アンナ、ポケットの中で見つけた中で一番奇妙なものは何ですか？ああ、それはいいですね。考えさせてください。ポケットの中に小さなプラスチックの恐竜を見つけたことがあります。どうやってそこにたどり着いたのかわかりません。それは面白い。ポケットに手を伸ばしてティラノサウルスを取り出すのを想像できます。ええ、かなりランダムでした。ジョン、あなたはどう？ポケットに何か変なものを見つけたことはありますか？実は、ポケットにポテトチップスを見つけたことがあります。どうやってそこにたどり着いたのかもわかりません。おやつを食べている時にぼんやりとそこに置いていたに違いないと思います。
それは素晴らしい。あなたは歩く自動販売機のようです。古いポテトチップスを除いて。でも真面目な話、かなりキモかった食べ物をポケットに入れておくことはおすすめしません。中期。代わりにプラスチックの恐竜をそこに置いておくことにします。レッスン227、もしあなたがスーパーヒーローだったら、どんなキャッチフレーズを選びますか？ねえ、アンナ、もしあなたがスーパーヒーローだったら、あなたのキャッチフレーズは何ですか？なんてこった、それは大変なことだ。自分だけのやり方で世界を救う時が来たってのはどう？私はそれが好きです。私の意見は、正義は決して眠らないし、私も眠らない。いいね。君は犯罪と戦う究極の不眠症患者みたいだ。そうだと思います。しかし、真面目な話、良いキャッチフレーズはどんなスーパーヒーローにとっても重要です。かっこよくて威圧的に聞こえます。同意した。しかし、キャッチーさも必要です。キャッチフレーズを他の人に忘れてほしくない。まさに。つまり、私はバットマンのいないバットマンや、大きな力には大きな責任が伴うスパイダーマンを想像できますか？まさか。それらのキャッチフレーズは伝説的です。でも、それに心を向ければ、同じくらい素晴らしいものを思いつくことができると思います。それについては疑いの余地はありません。キャッチフレーズのダイナミックなデュオになれるかも。今話してる。キャッチフレーズを一つずつ世界を救いに行こう。レッスン228、最悪のヘアカット。ねえ、アンナ、今までで最悪のヘアカットは何ですか？なんてこった、それは大変なことだ。私の時代にはかなりひどいヘアカットをしたことがあります。最悪だったのは、中学生の時に自分で前髪を切ることにした時だったと思います。結局短すぎて偏ってしまいました。いや、それは災害のようですね。次の日、学校に帽子をかぶらないといけなかったの？そのことを考えていたらよかったのに。でも、前髪が伸びるまでの数週間、前髪がぐらついてしまうという恥ずかしさに対処しなければなりませんでした。あなたの痛みがわかります。短すぎるバズカットを受けたことがあります。私はハゲの赤ん坊みたいだった。なんてこった、それは大変だ。みんなあなたを新生児と間違えたの？そうでもないけど、変な顔をたくさんしたよ。それを隠すためにビーニーを1ヶ月続けて着用したと思います。悪いヘアカットはかなりトラウマになることがあります。しかし、少なくとも後で良い話になります。本当。そして、いつの日か、これらの髪の惨事を振り返って笑う日が来るかもしれません。またはうんざり。しかし、いずれにせよ、それはすべてファッション実験の名の下にありますよね。レッスン229、なりたいペット。ねえ、アンナ、ペットとして動物を飼えるとしたら、何を選びますか？なんてこった、それは大変なことだ。
ペットとして飼いたい動物はたくさんいます。パンダと一緒に行こうと思う。彼らはとても可愛くて抱きしめたくなるほどです。本当にパンダ。ちょっと大きくて危険じゃないですか？多分、でも愛らしいです。それに、トリックをするように訓練することもできたし、インターネットで有名になることもできた。それは良い点です。ペンギンを連れて行くと思います。彼らはタキシードを着た小さな忍者のようです。なんてこった。はい。私はペンギンが大好きです。彼らはとても面白くて可愛いです。しかし、彼らは寒い気候に住む必要はないのでしょうか？ええ、でもそのために巨大な冷蔵庫を作れるかな。あるいは、南極に移動できるかもしれません。南極に住むのはとても現実的だからです。でもね、ペットペンギンを飼うということなら、私は大賛成です。まさに。また、ペットとプレイデートをしたり、インターネットで撮影したりすることもできました。ヒットするでしょインターネットで一番可愛い番組、パンダとペンギンのプレイタイムを今見ることができます。レッスン230、あなたが知っている最も馬鹿げたダンスの動きは何ですか？う。ねえ、アンナ、あなたが知っている最も馬鹿げたダンスの動きは何ですか？なんてこと、たくさんの選択肢があります。スプリンクラーの動きに行かなければならないと思います。ほら、片方の腕を突き出してスプリンクラーのように前後に動かす方法。そうそう、私はそれを知っています。それは古典です。私が知っている最も馬鹿げているのは、ショッピングカートだと思います。片手でカートを押しているふりをして、その中に別のアイテムを交互に入れます。それは面白い。その話は聞いたことがない。次に行くパーティーでは、馬鹿げたダンスの動きを全部ぶっ飛ばすべきだ。はい、とんでもないダンスの動きでパーティーの主役になろう。しかし、あまり恥ずかしい思いをしないように、まず少し練習した方がいいでしょ同意した。もしかしたら、自分たちでオリジナルの動きを考え出すこともできるかもしれません。箱に閉じ込められた猫や、歩くことを学ぶ赤ちゃんキリンのように。う。ああ、それらは素晴らしいですね。どんな馬鹿げたダンスの動きを思いつくのか楽しみです。レッスン231、馬鹿げた仕事。ねえ、アンナ、もしあなたが世界で何か仕事ができるとしたら、それが馬鹿げているに違いないとしたら、それは何ですか？なんてこった、それは大変なことだ。世の中には馬鹿げた仕事がたくさんあります。プロの昼寝屋と一緒に行こうと思います。仮眠を取るだけで給料をもらえるなんて、どんなに素晴らしいことだろそれは面白い。プロのバブルラップポッパーになりたいと思います。つまり、バブルラップをポップするのが嫌いな人はいますか？それで給料をもらうの？サインアップしてください。それは素晴らしい。もしかしたら何か企んでいるのかもしれませんね。会社を立ち上げ、他の人を雇ってバブルラップを開けることもできました。はい、これをポップティルユードロップと呼ぶこともできます。究極のストレス解消のお仕事です。大好きです。
そして、面白さを保つために、あらゆる種類のバブルラップのサイズや形を用意することもできます。まさに、バブルラップオリンピックを開催して、誰が最短時間で最も多くのバブルをポップできるかを確認することもできます。なんてこった、私たちは天才だ。この馬鹿げた仕事が私たちをどこに連れて行くのか見るのが待ちきれません。レッスン232、今までで一番恥ずかしいこと。ねえ、アンナ、あなたが今まで人前でやった中で最も恥ずかしいことは何ですか？ああ、人生で恥ずかしい瞬間をたくさん経験したよ。でも最悪だったのは、混雑した通りの真ん中でつまずいて転んだ時だったと思います。さらに悪いことに、私のスカートが飛び上がって、みんなが私の下着を見ました。ああ、それはひどい。きっとあなたはとても恥ずかしかったでしょ穴に潜り込んで、絶対に出てこなかったんだ。しかし、少なくとも今は面白い話です。う。それは間違いなく良い話になります。私が一番恥ずかしい瞬間は、授業の途中で誤って先生をお母さんと呼んだ時だったと思います。ああ、私も前にそれをしたことがあります。それはとても厄介です。そして最悪だったのは、クラスのみんながそれを聞いて笑い始めたことです。消えたかった。まあ、少なくともあなたは一人じゃない。私たちはみんな、人前で恥ずかしい瞬間をかなりの経験をしたことがあります。それは本当です。それは私たち全員が人間であり、馬鹿げた間違いを犯しがちであることを示しているだけです。レッスン233、残りの人生の大切な色。ねえ、アンナ、一生一色しか着られないとしたら、何を選びますか？なんてこった、それは大変なことだ。私はあらゆる種類の色を着るのが大好きです。でも、一つだけ選ぶとしたら、黒を選ぶと思います。本当に？ブラック、それはちょっと退屈だよね。知ってるしかし、私の言うことを聞いてください。黒は何にでも合い、いつもおしゃれです。さらに、スリム化にもなります。それは本当だと思います。でも、もっとカラフルなものを着たいと思います。多分緑で行くよ。緑、興味深い選択ですね。なぜ緑なの？わかりませんが、ただ色が本当に好きです。落ち着いて平和です。それに、自然を思い出させます。それは良い点です。そして、もしあなたがいつも緑を着ていたら、人々はあなたをその色に連想し始めるでしょう。私がグリーン街になるよ。大好きです。トレンドを始めれば、誰もが自分の色を選んで一生着ることができます。それは素晴らしいアイデアです。これをカラーチャレンジと呼ぶこともできます。ここで何か企んでると思うよ。可能性は無限大です。レッスン234、デートであなたに起こった一番おかしなこと。やあアンナ、デートであなたに起こった一番おかしなことは何ですか？ああ、人生でかなり面白いデートをしたことがある。
でも一番面白かったのは、私のデート相手が誤って彼の飲み物をこぼした時だったと思います。ああ、いや、それはひどい。彼は大丈夫だったの？ええ、彼は元気でした。でも一番良かったのは、彼がそれをクールにプレイして、何も起こらなかったように振る舞おうとしたことです。彼はただ濡れたシャツを着てそこに座って、すべてが普通のふりをしました。それは面白い。彼に声をかけたの？もちろんやった。笑いが止まらなかった。でも彼はいいスポーツをしてくれて、結局私たちは素晴らしい時間を過ごしました。それは聞けてよかった。デートで私に起こった中で一番おかしなことは、映画を見に行って、誤って間違った席に座った時だったと思います。ああ、いや、何が起こったの？まあ、劇場はかなり混んでいて、席は見つかったと思いました。しかし、私は他の誰かの席に座っていたことが分かりました。それは恥ずかしいです。ええ、さらに悪いことに、私が座っていたのは本当に大きな人でした。彼は私に向かって怒鳴り始め、私はぎこちなく立ち上がって別の席に移動しなければならなかった。なんてこった、それは面白い。きっとあなたはとても恥ずかしかったでしょう。ええ、そうでした。しかし、その後は面白い話になりました。レッスン235、もし一日でも超能力を持てるとしたら。ねえ、アンナ、一日だけ超能力が手に入るとしたら、あなたはそれで何をしますか？それは難しいですね。私はテレキネシスの力が欲しいと思います。つまり、指を離さずにできることをすべて想像してみてください。ええ、それはかなりかっこいいでしょう。あなたはそれで何をしますか？そうですね。実際にアパートを掃除しなくても、まずはアパートを掃除することから始めます。それから自分の力を使って物を動かしたり、人を少しいじったりします。それはとても楽しそうですね。一日だけスーパーパワーがあったら、スーパースピードのパワーが欲しいなぁと思います。ああ、それはいいですね。あなたはそれで何をしますか？まず第一に、オリンピックで全ての記録を破りたいです。そして、自分のスピードを使って世界中を走り回り、ずっと見たいと思っていた光景を全て見ました。それは素晴らしいですね。しかし、仕事についてはどうですか？自分の力を使って仕事か何かを成功させたいと思いませんか？いや、そうは思わない。私はむしろ自分の力を楽しいことに使いたいです。それについては議論の余地がない。超能力は仕事ではなく楽しみのために使うべきだ。教訓236、車の中で誰かがするのを見た中で一番変なこと。ねえ、アンナ、誰かが車の中で本当に変なことをするのを見たことがありますか？ええ、実は持っています。ある時、運転中に歯を磨こうとしている男を見ました。本気ですか？彼はどうやってそれを成し遂げたのですか？わからないが、片手に歯ブラシ、もう片方の手に水筒を持っていた。彼は口の中で水を振り回して窓から吐き出していた。
馬鹿げている。運転中に女性が化粧をしているのを見たことがあります。ああ、私も見たことがあります。どうしてクラッシュせずにそれができるのかといつも思っています。かなり危険です。でも、車の中で踊ったり歌ったりするなど、本当に変なことをする人を見たことがありますか？実は、そういえば車の中でブレイクダンスをしている男を見たことがあります。まさか。どうしてそんなことが可能なの？見当もつかないが、彼は本当にそれを狙っていた。彼はシートベルトなどすべてをかぶっていた。それは驚くべきことです。誰かの車の中で一番変なものを誰が発見できるかを競うコンテストを始めるべきだと思います。入ってるよ。しかし、探している時にクラッシュしないように注意する必要があるかもしれません。教訓237、残りの人生でテレビ番組を一つしか見ることができなかったら。ねえ、アンナ、残りの人生でテレビ番組を一つしか見られないとしたら、何を見ますか？それは難しいですね。友達と一緒に行かないといけないと思います。本当に？なぜ友達なのか？笑えるし、決して古くならないから。それに、見るべきエピソードがたくさんあるので、一生見ても飽きることはないでしょう。それは本当です。オフィスを選ばないといけないと思います。もちろんそうするでしょう。なぜオフィスなのか。面白くて、見るべきエピソードがたくさんあるからです。それに、一部のキャラクターに共感できたような気がします。わかります。しかし、残りの人生で同じテレビ番組を見なければならないとしたらどうでしょうか。それは面白いでしょう。妥協しないといけない。さて、妥協して、パークス&レクリエーションなど、私たち二人が好きな番組を選ぶのはどうですか？パーフェクト。そうすれば、飽きることなく、一緒に見ることができます。面白いセリフをすべてまとめて引用することもできます。レッスン238、もし有名人を親友にできるとしたら、誰がいますか？ねえ、アンナ、有名人を親友にできるとしたら、誰を選びますか？それは難しいですね。クールなセレブはたくさんいます。私はジェニファー・ローレンスを選ぶと思います。彼女は一緒に出かけると陽気なようです。そうそう、確かにそれを見ることができました。彼女のインタビューはいつもとても現実的で面白いです。まさに。それに、彼女は何にでも向いているようです。あなたはどう？あなたの有名人の親友は誰ですか？私はドウェイン・ザ・ロック・ジョンソンを選ぶと思います。彼はとてもかっこいい人のようで、いつもワークアウトの動画を投稿したり、インスタグラムに料理をしたりするなど、楽しいことをしています。それは素晴らしい選択です。彼は間違いなく最も面白い有名人の一人です。それに、どんな状況でも彼は私を支えてくれるような気がします。ザ・ロックのような友達が欲しくないのは誰ですか？とても本当です。私たちは夢を見ることができますよね。
レッスン239、天気の良い日について。ねえ、アンナ、今日の天気はどう？素晴らしい。太陽が輝いていて、そよ風が吹いていて、暑すぎたり寒すぎたりしません。私に言わせれば最高の天気だ。うん、外はすごくいいよ。こんな天気の時が好きです。外に出て何か楽しいことをしたくなります。こっちも一緒。この素晴らしい天気を利用すべきだと感じていますが、どうしたらいいのかさえわかりません。私たちはいつでもピクニックをしたり、ハイキングに行ったりすることができました。または、外に座って太陽の光を楽しむこともできます。ピクニックはいいですね。サンドイッチやフルーツを持ってきて、食事をしながらアウトドアを楽しむことができました。それは完璧ですね。やってみよう。素晴らしい。天気が味方してくれれば、いつだって良い日だ。レッスン240、すぐに家に帰る。ねえ、アンナ、もうすぐ帰るって聞いたよ。それについてどう思いますか？明日帰るよ。正直なところ、私は少し残念です。私はここでとても素晴らしい時間を過ごしました。そしてそれを終わらせたくありません。言いたいことはわかるよ。楽しい旅行や休暇に別れを告げるのはいつも難しいです。間違いなく。しかし、明るい面としては、家族に会って、また自分のベッドで寝るのを楽しみにしています。ええ、それは本当です。また、将来に備えて別の旅行や冒険を計画することもできます。とても本当です。次はどこに行きたいかもう考え中です。あなたの故郷に遊びに来るかもしれません。それは素晴らしいでしょう。ご案内したり、地元の最高のスポットに連れて行ったりできます。計画みたいだな。地元のガイドがいるのはいつも楽しいです。チャンネル登録をお願いします。そして、私たちのチャンネルからもっと動画を見てください。